はい、カルボナーラです。3月15日 VR チャット月明かり商店街内のワロタ小劇場ワールドでの講演会となります。ではスライド用意します。本日は VR チャット月明かり商店街制作に込めた思いということでお話しします。次のスライド。VR チャット内に月明かり商店街というバーチャル空間に存在する商店街があります。2025年12月に商店街としての枠がリリースされ、2030年までかけて商店街内の店舗増築など構築を行っていく予定のものです。今日は商店街に関する説明をしていきます。これはその名の通り商店街であり、これは20店舗から30店舗からなる商店から商店を結ぶハブを意味しています。これは商業施設ではありません。正確には単なる商業施設ではありません。美術、写真、絵画の展示、情報発信、VR ラジオ局、知識の共有、このような講演会、あとはアトラクション、こういったものを有しています。では次のスライド。スライドに疲弊していませんかと問いかけがあります。視聴数を追わない、バズを狙わない、ウェブに的な評価軸で測らない。これらは約25年間主流となっていた Web2.0 の思想に基づく評価軸です。具体的には数字至上主義、数字が全て、迷惑であろうが目立ったもの勝ち、これらは動画をはじめとする SNS のことではあるんですが、あるきっかけで誰でも一躍スターになれて大金を稼げるっていうような夢はあったかもしれません。ただ、この評価軸に疲弊していませんかと私は問いかけたい。次のスライド。この Web2.0、これ自体なくなることはないでしょう。また、完全否定するつもりもありません。ただ、このスライドで書かれている少数の太いパイプについて、これは商店街における少数なのだけど、太く緩やかなつながり。この太く緩やかというのがポイントです。時間をかけてゆっくり育つ関係性という意味です。この辺が忘れてしまった、失われてしまったと思いませんかという問いです。そして数よりも質への回帰。これは私はこれの実現を商店街で起きないかということを観察しています。次のスライド。経済の最適化として良質な店主が良質なものを適正価格で売る。そして良質なお客さんがそれを適正価格で買う。これはもちろん当たり前のことなんですけども、この当たり前を感じていない場合は、どこかで搾取というものがあるのかもしれません。ここであえて搾取という言葉を使いました。次のスライド。私は中央が管理しない空間の実現をしようと考えています。具体的には、この商店街というワールド制作者は支配者ではありません。よって出店料は取っていません。また強い強制などもしていません。これらは通販サイトなど出店料を貸して店舗はマイナススタート。商品が売れても手数料で利益が圧縮される。こういうようにして中央にいる人が自動的に巨万の富を得るという仕組み。これが Web2.0 の考え方であったのですけども、これが行き過ぎると格差が広がっていく。で、最も格差が広がっている状態っていうのが今現在だと考えています。で、この悪循環のない空間をこの商店街は想定しています。次のスライド。
疲弊しない距離感、全店舗一致団結したりする必要はありません。数字に縛られない。これはあえて強く結びつかない。必要な時に必要な支援ができるように、心に余裕がある緩やかな接続で、この心地よさと、そして店舗の自立が促進されていくと考えています。次のスライド。巨大化を目指さない。これはあえて巨大化を目指しません。これが最も重要なポイントで、小さな商店街で十分な満足度は得られると考えています。そしてその商店街や別の形の少数プラットフォームが多数模倣されたらいいと考えています。これは80年代以前の街の姿だったはずです。次のスライド。今言ったように、この形というのは昔の地域社会そのものだと思います。例えばで考えてもらいたいのですが、隣町の情報、これは未知であって、隣町に行くという時に緊張した人いないでしょうか。これは距離、そして情報の欠落、これがもたらした結果です。そしてそれが体験を濃くしたわけです。他にはこっくりさん、口裂け女、80年代生きていた人聞いたことあると思います。これは元祖都市伝説というものです。私が小さい頃だったっていうこともありますけども、口裂け女とか本当に怖いなと思いました。これらは限られた情報から生まれています。人から人へ口伝えで口裂け女というのは全国に広まっています。今なら SNS で拡散して1日で広がると思います。このようなユニークな都市伝説というのは逆に言うと今の SNS であれば広がらないと思われます。ここで情報過多からの解放というのが必要なのではないかと考えています。で、ちょっと話が横道にそれるのですけども、80年代都市伝説の話をしましたが、80年代の外国の都市伝説について先ほどちょっと調べました。現代の都市伝説というのは陰謀論のように扱われるケースっていうのが多々あると思いますが、80年代というのは、口裂け女、高速道路で走るおばあさんとか、そういったユニークな話が日本全国を駆け巡っています。そして外国も同じような感じだったのかなと思って調べてみたのですが、こういうユニークな都市伝説というのが存在しませんでした。現実的な事件、これらを彷彿するような通り魔の話、こういったものが外国では都市伝説となって語られるということが非常に多いということが分かりました。よって80年代というのは、都市伝説においても日本はガラパゴスとして文化を形成していったということが分かります。話元に戻ります。それでは次のスライド。これは社会実験であります。よって成立するのか成立しないのかは現時点では分かりません。ただ単純なこれまでの経済活動では得られない価値交換、これを提案しています。もちろんこれをこんなゲームを難しく考えて馬鹿げているというのは簡単です。ただし、もしこれがゲームのように見えているのであれば、この話を聞く視点としては一段低いと考えます。なぜか、これもゲームではないからです。次のスライド。認知社会 SF 学と書いてます。名称ははっきり言って何でもいいのですが、この商店街の思想がどのように受け入れられるかというものを用語として表したものがこの認知社会 SF 学と書いているものです。これの実証実験と
言えます。はい、次のスライド。急がない、これにつきます。ゆっくりとして太く、でも緩やかに、商店、お客さん、これらのステークホルダーが少しでも幸せでありますようにということで、今日は以上となります。ご清聴ありがとうございました。